おはようございます。ではなく、こんばんは。ジンギター工房の神谷です。今日、アコースティックギターのボルトジョイントと、ダブテールジョイントの、動画をアップしたんですけれど、コメント欄にコメントをいただきました。書き込んで返信するよりかは、話した方が早いと思って、急遽動画を撮りました。アコギではありませんが、ストラトのシムとかどう思われますか？よくネックポケットに入ってるシムですよね。で、シムを入れてわざわざ密着性を悪くするくらいなら、最初から必要な角度をつけて作ればいいのにと思ってしまいます。奏者からすれば、プレイヤーからすれば、音が良ければという面もあるでしょうが、制作側からしたらシムを入れるとか邪道も邪道に思えないのでしょうか。何か都市伝説化しているところもあってとても不可解です。こういうコメントがありました。コメントありがとうございます。ですね、ストラトに関してのネックポケットのシムですよね。いわゆる技術者というか、職人としての、素晴らしいものを作ってるんだというとしての目から純粋に見れば、当然シムとかああいったものはない方がいいに決まってます。そこに空間が空くわけなので、ただし、量産っていう目、生産するっていう、ある程度の膨大な数を生産するっていう工場としての目からすると、シムっていうのは、必要だと思います。必要不可欠だと思います。というのも、木材なので、ある程度のその誤差というか、変化があるんですよね。なので、その部分を吸収するためにも、シムっていうのは必要だと思います。で、逆を言えば、シムを絶対ダメっていう風にしてしまうと、おそらく量産できないと思うんですよ。これはもうダメです。これダメですっていうような、そのダメっていう風に判断するものいっぱい出すぎると思うので、私もシムは当然ない方がいいと思ってますけれど、修理品でネックポケットにシムを挟んで、ネック角度をつけるっていう、そういう修理の仕方っていうのは私も普通にします。で、お客様の中には当然そういったシムを嫌がるっていう方もいらっしゃるので、そういう方には、ちょっと技術量が高くなってしまいますけれど、ネックポケット自体をこう削ったりして、角度をつけて傾斜をつけたりとか、もしくは、それで追いつかない場合でしたら、ネックポケット自体にぴったり合うような、だいたい 0.5 ミリとか1ミリぐらいのネックポケットのところに敷いて、処置したりします。私は工場にいた経験はないので、実際には数週間いたことはあるんですけれど、生産の現場での立場からは言えないんですが、修理として入ってくるストラトとかの場合は、ボディって、ストラトのボディってこう、裏表平坦ですよね。定規でこうやって当ててみると、新品っていうのは当然こう、平坦なんですよ。ところが、年月が経ってきますと、変化してるものも結構見かけます。こちら側がネックだと思ってください。で、ボディがこういう風にありますと、ボディがこういう風に反ったり、こういう風に反ったり、もしくは、こう反ったり、こう反ったりもしますね。で、当然ながら、こっちネックですね。こういう感じですね。で、ボディがこういう風に反りますと、原稿は高くなるので、その分ネックポケットにシムを入れて角度をつけなきゃいけないとかっていうこともありますし、割とこういうケースは多いんですよね。なので、一概にシムがもうダメだっていうふうに考えてしまうと、どうにもこうにも融通が利かないというか、そんな感じですかね。高級なギターであれば精度も高いですし、で、一つの工程をした後に、その次の工程に移るまでに、時間をある程度置くんですよ。一番いい例は、ネック材と指板材の接着とかですね。接着した後に、1週間、2週間というふうに置いていくうちに、
最初の状態から少し変化して落ち着くんですよね。なので楽器作りってこう急げば急ぐほど後の狂いが出やすい楽器になります。1工程1工程の間にこう余裕時間をこう設けることでその後の狂いが非常に少ない楽器ができます。比較的ハイエンドなギターであれば経験上ですけれどネックポケットにシムとかが入ってる確率は非常に少ないですね。でやっぱりフェンダー USA とかシムが入ってるケースは多いです。まとめます。ある程度の量産を目指すのであればネックポケットに入れるシムっていうのは必要だと思います。そのぐらいは許してあげてくださいっていう感じですかね。もしそれをダメだというふうにするのであればある程度の少量な生産体制でクオリティの高いものを作る必要がありますよね。で、先ほど言ったように1工程1工程の間に時間を置いて木材を寝かせてで慎重に作っていく必要があると思います。で、そういう風に作るとなると、必然的に値段は跳ね上がるのでそこはやっぱりどうしようもないと思うんですよね。ですから私もシムは嫌です。本当は嫌です。使いたくはありません。ただ、利便性をとってシムを入れてます。はい、こんな感じになります。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。